韓国ソウル地下鉄金徳駅。着いた着いた。えらいセミの鳴き声。これは暑いわ。今日行くところはこっちやな。行こう。暑さに負けてたまるか。ここを曲がるんやな。かすかに匂いがする。匂いがする。どこから来てんねんこの匂い。あっちか。あっちか。だんだん匂いが強くなってきた。ここからする。なんや、市場の入り口って書いてんねんけど、自然に足が動き出す。そう、ここは金徳市場の豚足通り。周りは再開発で高いビルばっかりやねんけど、ここだけは違う。そんな市場の中にいくつもの豚足屋さんが並んでる。中に入ると細い路地に右も左も豚足屋。夕方になると歩くだけで呼び込みをされる豚足屋。この一帯は豚足の匂いする。ここは豚足を頼むだけでサービスでスンデやスンデクックを出してくれる。もうそれだけで酒飲めるからな。また今度ゆっくり来ますわ。豚足通りを抜けるとそこは金徳市場。地元の方たちに愛される在来市場っぽい雰囲気。やん。肉、海鮮、おかず、服まで何でも売ってる。この時期はやっぱりスイカ。嬉しくて鳥も踊り出す。この辺何回も来たことあるけど、豚足通りまでしか行ったことないから、こんな市場あったん知らんかった。なんや、また奥に続く道。行ってみたろ。入った途端いきなり暗くなった。ちょっと怖いねんけど。何この雰囲気。何があんの。いや、何にもない。出てきたところはまた市場か。いやー、怖かった。変な汗出てきたし。外に出てきたら太陽の光がえらい眩しい。それだけ中が暗かった。肝試しや。俺は生きて帰ってきたぞ。ショーシャンクの空並みに希望を捨てずに生きていく。アホなことしてんと店行かな。てかもうめちゃくちゃ暑くて倒れそうやねんけど、これ以上歩いたら熱中症なりそうや。ちょっと休んでいかなあかん。駅から出て豚足の匂いに誘われて豚足通りまで行って、市場の奥で怖いけ。あれ、ここもう店の目の前やん。店入って休めばええやろ。ほら目の前。着いた。早くもっこし。豚ちゃんがタボンをしてるところを入店です。ソウル未来遺産にも選ばれているお店。1956年創業。日本語でも看板書かれてる。マポチン。こちらのメニュー、だいたい上に置いてあるのがメインメニューやろ。だからデジカルビ。あとは食事類が数種類ある。そしてセルフバー。野菜とお水はセルフです。こうやって好きなだけ取っていってもいいシステム。でも食べれるだけやで。ただ最初の1回は持ってきてくれる。座ったすぐ横にはこんなポスター。おい、誘惑するなや。돼지갈비 2인분 하고요. 맥주 한 병 주세요. 맥주는 켈리하고 페라이. 켈리 주세요. とりあえず今日はまず一杯ビール飲まして。ここ来る前に余計なことやりすぎて、汗めちゃくちゃ出とんねん。この上で焼いていくから火はつけてくれた。とてもありがたいねんけど熱い。とりあえずビール頼んだやろ。まずビールは絶対すぐ出てくると思うから我慢や。これは俺に課せられた試練や。神道滅却すれば火もまた涼しい。そんなわけのわからんことしてる俺を見かねてか、なぜかエプロンを持ってきてくれる。このエプロンはこの店のエプロンや。タボン、ビールきた。伸びる伸びる。備え付けの栓抜き。スプーンの形をした栓抜きで開けてやろう。セット。一発で開けろや。音とともに蓋が宙に舞い上がる。喉が渇いてしゃあない。
デンマークに行ったことないけどデンマークの麦芽を味わおう。まずは一杯。瓶ビール。汗引く前に急ぎ抜く。ありがとうございます。喉は少し落ち着いた。そんな中準備していただいたおかずはキムチ3分、ネギの和え物、エリンギ、ニンニクにサムジャン、そしてサンチュ、そしてやってきました。今日はよろしく頼むで。突撃。まずは丸まってるあなたから。音とともに香りが立ち上る。この匂いをもう一度鼻に入れ、匂いをつまみにすかさず一杯。体が消化した後は肉を裏返していく。デジカルビはタレにつけてあるから焦げやすい。だから頻繁に裏返してあげた方がいい。トングの見せ場。目の前で焼かれていく肉を凝視しながら待つのは拷問に近い。手持ちぶたさでエリンギキャッチ。まん丸眼帯になりそう。いやもうそんなんいらんねん。アンパンマンの顔みたいに置いていく。トングに続く第2の刺客。いけ直近。よし、こちらも直近。刃物を扱う時はデジカルビ将軍の目つき。勢いよく切っていくがうまく焼けてなかったのか、俺の腕が落ちたんか、この部分だけ粘る。頼む、あともうちょっとやねん。よし、抜刀斎と呼ばれた俺にはかなわんかったようやな。ええ感じになってきた。もうちょっとや。ちょっと目を離すとすぐ焦げるから裏返したり席替えしたりして様子を見ていく。骨は端っこでじっくりと。あっちゃー、言ってた先からちょっと焦げた端っこの部分だけ切っていく。よっしゃ、もうええやろ。一口目はお前に決まり。デジカルビの甘い匂いがする。そのまま一口。目の前で強い火で焼かれた後はデジカルビの煙に巻かれ口は踊り狂っていた。まずわかるのは肉の柔らかさ、そして噛めば噛むほど出てくるヤンニョムの味。デジカルビは結構強めの味にしてるところ多いけど、ここのヤンニョムはさっぱりしてる。だから次から次へと口に運ぶことが可能。刺激的ではなく口の中が飽き飽きすることがない。この感じがまたいい。ゆっくりした包みを売ってる暇はない。デジカルビは焦げないよう頻繁に鉄板を変えてあげる必要がある。アンパンマンエリンギも店員さんに持っていかれないように素早く移動。次はこれ。長ネギを醤油ベースのタレとまんべんなく混ぜてやる。肉を一切れお皿でキャッチ。混ぜたネギは宙を舞いお肉の上に急降下。休む暇もなく口の中へねじり込む。もともとのヤンニョムの味と長ネギが加わってもっとスレンダーな味になる。そのついでにデンマーク行きの航空券も発券完了。滑走路を無視して上空へ舞い上がってしもた。あら、片道切符やった。ビールも少なくなったところでダブルデジカルビ作戦の発動。ダブルの肉厚で満足感を得たいんや。そしてフルーティーの味がかすかに残るデンマーク旅行も終わってしもた。 저기요, 소주 한 병 주세요. 韓国に帰国しようと着陸態勢に入った途端、おお、瓶が真っ白。これはキンキンや。ウェルカムコリア、手厚い歓迎や。体力回復ぐる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 。冷たすぎて分散される。まずはこの冷たさを体感したい。キンキンに冷えた人狼を一杯。これは最高や。焼酎に邪魔されたとすねるお肉を乗せていく。次はニンニクも鉄板の上へ。待ち時間で食べるものがないときは育てておいたアンパンマンエリンギ。これもセルフバーでおかわり自由。
余った時間も有効活用しながらそろそろええんちゃうかな。裏返して少し気持ちが落ち着いた。これいけるんちゃうか。時間は無駄にはしない。これがタイムパフォーマンスや。暑そうやから恐る恐る端っこをつかむ。しっかりめにフーフーをしてかぶりつく。食べづらい肉の方が食べた時の満足感が大きい。見つけては食べる、見つけては食べる、見つけては食べる。大満足。そんな間にも肉も大成長。ここは真剣。よし、色になってる。 TikTok とかでよく見る編集方法を使いながらエリンギを置いていく。さっきはなかったしいたけ、そいつも置いてやる。焦げないように頻繁に裏表、きのこ類も裏表。これで十分。出来上がりを口に放り込む。また上からの命令でダブル手地カルビ作戦。こう連続して食べても飽きのこない味って大切。甘すぎるとできひんからな。汗かきすぎて今日は初めにビール飲んだけど、やっぱり手地カルビには焼酎がよく合う。サンチュを1枚、肉はまだ作戦中なので当然2枚。肉をセット、ネギもセット、ニンニクもサムジャンをつけてセット。巻いて大きく一口。やはり豚肉と野菜の相性は抜群。お肉の噛み応えと野菜のシャキシャキ感がなんとも心地いい。もぐもぐしながらふとメニューに目がいく。焼酎を持ち上げてもメニューに目がいく。せやな、肉もなくなったし、ここは一丁頼むか。껍데기 하나만 주세요.きたきた。おつまみには最適なコッテギ。少し時間を置いてひっくり返す。色なってる。コッテギは焼いてると丸まってくるから両サイドを押さえてやる。慎重に裏返す。この色見ただけで頭の中に焼酎が浮かぶ。よし、そろそろ切れる感じになってきた。食べやすい大きさに直近。ここでもタイムパフォーマンス。待ってる間にしいたけをガブリ。めっちゃ熱い。熱がってる俺をコッテギが応援してくれる。コッテギも踊る、俺も踊る。これはもうそろそろええやろ。見ただけで弾力のありそうなあなた、出してくれたソースにつける。ここきな粉やないんや。コッテギはやっぱりこのプニプニとした食感がいい。ソースもこのニンニクの味が強くて、こうなったら呼ばれます。ここでも発動。ダブルコラーゲン摂取作戦。ダブルプニプニ。そんな時ずっと感じる後ろからの視線。豚の皮の効能が書いてある。女性の肌の老化防止、ダイエット、コラーゲンもタンパク質も豊富。俺女性やないしな。俺に当てはまんのはこの一番上の子供の成長発育かな。でも俺は一生子供でいたいと思っている。みんなピーターパンと呼んでくれ。そんなピーターパンはずる賢く、一度に2倍の食感を求めて口の中に入れていく。よし、そろそろ締めや。 저기요, 냉면 하나만 주세요. 네. きた。お肉の後はやっぱり冷麺。氷も入ってなんとも涼しそう。ここの麺は黒米から作られた麺らしい。すくい上げては一気に口に運ぶ。少しの力でつるっと入る。ここの冷麺はすでにもう味付けもされてるから何もせずそのままで食べれる。油の少し残る口がさっぱりと言いながらも一口分残しておいた。お皿に移し、残しておいたお肉を一切れ麺の上でドッキング。最後はやっぱりこうやって食べなあかんやろ。なんでこんな豚の脂と冷麺のさっぱりさが合うねん。冷麺のお汁もすべて飲み干した。
そろそろ最後の一杯分か。最後の一杯。やっぱり豚ちゃんタボンでした。本徳駅にある70年近く続く手地カルビのお店。しつこくない味がいろんな人に長年愛されてんのがようわかった。うまかった。お店の中は広いねんけど、晩飯時に行くともう人がいっぱいや。なんか書いてる。顔のラインを変えたい瞬間、カンナム姉さん。顔のラインか。俺これ以上とんがったらとんがりコーンって言われる。チャルモゴスミだ。